従順足柄、大日本帝国海軍の妙高型従順洋艦の4番艦である。 AI で色を入れる20センチ連装砲5機10門を搭載した従順洋艦である。1937年、英国スピットヘッドの観艦式に派遣され、ドイツを訪問した戦艦機の親善艦。1942年、スラバヤ沖海戦で英従順エクセターを撃沈。そして1945年6月8日、バンカ海峡で英潜水艦の魚雷を5本受けた。12時15分飛来、12時37分沈没。世界をかけた従順の22分間の最後である。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。東京湾で講師を受ける足柄。1940年の一枚である。足柄の建造が始まったのは1925年4月11日、神戸の川崎造船所。浸水したのは1928年4月22日、そして1929年8月20日竣工。艦名は神奈川県と静岡県にまたがる足柄山に由来する。基準排水量11,300エイトン、全長 192.4 メートル、20センチ連装砲5機10門、そして最大速力 35.5 ノット。当時の世界の従順洋艦と比べても最強級の打撃力を持っていた。妙高、那智、羽黒、そして足柄。1930年、別府湾に集結した第4戦隊の4艦である。妙高型従順洋艦。1番艦妙高、2番艦那智、3番艦羽黒、そして4番艦足柄。ワシントン軍縮条約の制限の中で設計された新世代の従順である。4隻は第4戦隊として共に行動した。後に第5戦隊として再編成され、太平洋戦争を戦うことになる。足柄はその4姉妹の中で最も世界をかけた艦であった。1937年5月、英国スピットヘッド沖ジョージ6世戴冠記念艦艦式に派遣された足柄である。1937年5月20日、スピットヘッド、英国の新国王ジョージ6世の戴冠記念、世界の海軍が英国に集まる観艦式が開催された。日本海軍は第二特務艦隊として足柄を派遣する。横須賀を出港してシンガポール、コロンボ、アデン、スエズ、マルタを経由、地球の半周を駆け抜けて英国に到着した。英国王、ドイツの代表艦、そして世界中の軍艦がずらりと並ぶ中、足柄は日の丸を掲げて海を進んだ。ドイツに停泊する足柄。1937年5月の一枚である。観艦式を終えた足柄は英国を離れ欧州を歴訪した。ドイツ、フランス、オランダ、イタリア、各国は東洋から来た日本の従順を歓迎した。特にドイツではヒトラー政権が日本との同盟を模索していた。日独防共協定が結ばれた翌年である。足柄はドイツの港に停泊。水兵たちは上陸してベルリンへと向かった。ベルリンの街を行進する足柄の水兵たち。1937年5月の一枚である。ベルリン、ドイツの首都。足柄の水兵たちが隊列を組んで街を進む。日の丸の腕章、白い夏制服、
銃を担いだ姿。ドイツの市民は東洋の海軍を初めて目の当たりにした。ナチスドイツとの友好の絶頂。しかし、その同盟関係はわずか8年後に両国を破滅へと導く。行進した水兵たちの中には、後にスラバヤ沖、あるいはバンカ海峡で命を落とす者もいた。ドイツ従巡洋艦アドミラル・グラフシュペー、1937年5月、スピットヘッドの観艦式に停泊している一枚である。足柄がスピットヘッドに到着した時、そこにはもう一隻ドイツの軍艦が停泊していた。アドミラル・グラフシュペー、ドイツ装甲艦。日本とドイツ、後の同盟国の軍艦が英国の地で初めて出会った。しかし、わずか2年後の1939年12月、グラフシュペーは南米モンテビデオ沖で自沈する。足柄もまた6年後に東南アジアの海に沈む。2隻が交わした視線は両艦の運命の序章であった。青島沖を航行する足柄、1938年頃の一枚である。板の欧州歴訪を終えて足柄は極東に戻った。そして第三艦隊機関として中国青島に配備される。司令長官は豊田添務海軍中将。日中戦争の最中、足柄は上海、青島、漢江など中国沿岸の作戦に参加した。東洋に展開する日本海軍の象徴。それが戦艦機から開戦直前の足柄の役割であった。足柄、右舷から撮影された一枚。1941年5月28日、開戦の半年前である。1941年12月8日、太平洋戦争開戦。足柄は南方部隊第2艦隊第16戦隊機関としてフィリピン攻略作戦に参加した。司令官は高橋伊坊海軍中将。ルソン島、ミンダナオ島の攻略を支援。そして年が明けて1942年、ランイン、現在のインドネシアへの進撃が始まる。ジャワ島の石油を抑えれば日本の戦争継続が可能になる。その作戦の海軍部隊の主力、それが足柄だった。妙高と足柄が永住順エクセターを攻撃する。1942年3月1日、第二次ジャワ海海戦の一枚である。1942年3月1日、ジャワ海、第二次ジャワ海海戦、別名スラバヤ沖海戦。足柄は姉妹艦妙高、那智、羽黒と共に連合軍艦隊を追撃した。標的は永住順エクセター、駆逐艦エンカウンター、米駆逐艦ポープ。20センチ主砲と93式酸素魚雷で3隻すべてを撃沈。戦闘終結後、足柄はある任務を命じられた。高橋第三艦隊司令長官の命令。連合軍将兵の救助活動。海面に漂う敵兵を足柄は救助した。それが当時の日本海軍の武士道であった。シンガポールのドックに入った足柄、戦時中修理を受けている一枚である。スラバヤ沖海戦の後、足柄は第二南艦艦隊機関にシンガポールを拠点に東南アジアの広範囲で活動した。視察、訪問、兵員輸送、巡航、警戒任務、東奔西走の日々である。しかし、ソロモン諸島の激戦に比べて戦線は比較的落ち着いていた。足柄が機関を務めた第16戦隊を留守部隊と自重する乗組員もいたという。足柄の左舷カタパルトから射出される零式水上偵察機。1943年5月、ジャワ海で撮影された一枚である。1943年
足柄は東南アジアの広い海域を紹介し続けた。零式水上偵察機 E13A。足柄の3機の搭載機の一つが空に上がる。海域を見渡し、潜水艦の接近を警戒する。戦況は徐々に悪化していく。ガダルカナル撤退、アッツ島玉砕、山本五十六戦死。足柄が紹介する東南アジアの後方にも戦争の影は迫っていた。足柄、右舷の中央部、1941年5月の1枚である。1944年2月25日、足柄は第5艦隊第21戦隊に編入される。青葉、足柄、絹、四季並、浦波、天霧、北方海域、千島、北海道方面の防衛任務である。しかし、戦況の悪化により、北方部隊は次第に解体されていった。足柄は再び南方へと戻される。1945年、太平洋戦争最後の年が始まる。A潜水艦 HMS トレンチャンと足柄を撃沈する潜水艦の別アングルの一枚である。1945年6月7日、ジャバ島バタビア。足柄は駆逐艦神風と共に出港した。陸兵1649名、物件480トンを運ぶ任務。しかしこの行動は英軍に察知されていた。バンカ海峡の北口に2隻のA潜水艦が待ち伏せていた。 HMS トレンチャンと艦長アーサー・ハーリー中佐、そして HMS スチジアン。足柄の運命はすでに決まっていた。HMS トレンチャンと足柄を撃沈した直後、ジョリー・ロージャー、肩を掲げて入港する一枚である。1945年6月8日、バンカ海峡。正午過ぎ、トレンチャントは足柄を発見した。距離約3000ヤード。魚雷8本発射。そのうち5本が足柄の右舷に命中。時刻12時15分。当直士官は魚雷発見の報告を受けながらすぐに回避を指示しなかったという。加えて足柄は触礁の影響で左舷外側の推進機を失っていた。面舵は効かなかった。12時37分沈没。飛来からわずか22分。三浦駿艦長以下約850名の乗員、そして陸兵約400名が神風に救助された。世界をかけた従順の最後である。従順足柄。妙高型の4番艦として1929年8月、川崎造船所で竣工した。20センチ、伝送砲5機10門、最大速力 35.5 ノット。戦艦機の世界最強級の従順洋艦であった。1937年5月、英国スピットヘッド艦艦式に派遣。ドイツを訪問し、ベルリンを足柄の水兵が行進した。戦前の親善の象徴。しかしわずか4年後、その同盟は日本を戦争に引きずり込んだ。1942年3月1日、スラバヤ沖海戦。姉妹艦と共に A 従順エクセター、駆逐艦エンカウンター、ポープを撃沈。戦闘後、足柄は連合軍将兵の救助活動を行った。1945年6月8日、バンカ海峡。A 潜水艦 HMS トレンチャントの魚雷を5本受け、22分後に沈没。三浦駿艦長以下約850名の乗員、陸兵約400名が駆逐艦神風に救助された。あなたのご家族、ご親族の中にも足柄に関わった方がいるかもしれない。その経験について語り継がれているものがあれば、ぜひコメントで教えてほしい。先人たちの犠牲の上に今の平和な日本がある。カラーで蘇った写真の中に彼らは確かにそこにいた。従順足柄に乗っていた人々として。今日も最後までご視聴いただき
ありがとうございました。この動画を気に入っていただければ、高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。